元気に楽しくレッツお絵かき。はい、どうもこんにちは、ニノです。ご視聴ありがとうございます。今回はドラゴンボールのスーパーサイヤ人孫悟空を描いていきたいと思います。まずは当たりから中心線を引き、軽く線を描いていきます。今回のイラストは久しぶりに描き慣れてるキャラ、そして一人だけというわけで描くのが簡単そうですが、最後まで気を抜かず頑張って描いていこうと思います。さて、今回のイラストはドラゴンボールのスーパーサイヤ人孫悟空。数あるスーパーサイヤ人孫悟空のイラストの中で、なぜこのイラストを選んだかというとですね、元絵はゲームアプリドッカンバトルのイラスト。そしてこのイラストのタイトルが全ての怒りを込めた一撃。もうバカ野郎って叫んでるイラストですよ。そう、タイミングよく私もそう叫びたい気持ちでして。何に叫びたいかって？いやもうこの暑さですよ、暑さ。今年の夏めちゃくちゃやばいぐらい暑くないですか？実は私もこの動画の編集作業をしている最中も謎の体調不良が続いてまして、夏バテなのか熱中症なのか更年期なのか自律神経がおかしいのか、それともメンタル死にかけなのか、まあいろんな意味でバカ野郎という気持ちで今回はこのイラストを選んだわけであります。ちなみに下書きで難しかったところは、まず右手。手ってパーになってたりする場合、それぞれ5本の指の長さ、そして角度によって微妙に長さが変わるところが難しいんですよ。そしてもう一つ難しかったところは足のブーツの部分。太すぎても細すぎてもダメなんで何度も描き直しました。そして次に背景部分。少し斜めに色を塗りたいんで定規を使い薄い鉛筆であらかじめ線を入れておきました。下書きが完成して次は色塗り。背景を塗っていきます。まずは木の部分を黄色で塗り、オレンジ色、赤色、茶色を使って塗っていきます。ちなみに気づいてるかと思いますが、色塗りの編集をちょっと元に戻しました。理由はどうしても色のパレットまで撮影すると遠くから撮影しないといけなくなるため、そうなると紙がはがきサイズのためにピンボケしたりズームにすると画質が悪くなるためです。
本当に編集のやり方がコロコロ変わって申し訳ございません。背景が塗り終えて、次はキャラを塗っていきます。薄くて明るい色を先に塗り、暗くて濃い色を塗り重ねていきます。そして今回のキャラの色塗りのポイントは、元絵通りの色ではなく、原作よりの色塗りで塗っているのがポイントです。そして赤茶色で少し影を塗っていきます。完成までもう少し。最後に仕上げのペン入れです。まずは丸ペンを使い細い線を入れていきます。そして G ペンで細かい塗りつぶしや太い線を入れて立体感を表現。最後にサインを入れて、はい、完成しました。はい。というわけで、今回のイラストは、ドラゴンボールのスーパーサイヤ人孫悟空でした。いかがでしたでしょうか？ちなみに、こちらが元絵。そして、私が描いたイラスト。それでは、次回の動画でお会いしましょう。また見てね。